皆さんこんにちは、アンリです。今日は AI エージェントがついに実験段階を抜けて本物の業務に入ってきたという話。スタンフォード大学の AI インデックス2016でエージェント成功率が 12% から 66% へ大躍進。ゴーマッコーリバンクが7ヶ月で13万時間を削減。ミストラルがワークフローズを公開。カーソルとビルダー IO がセキュリティと QA エージェントを投入したというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。2026年5月1日、AI 業界のキーワードが会話 AI からエージェントへ完全に切り替わりました。これまで AI といえば質問するとそれっぽく答えてくれる便利なチャットという存在でしたが、今や自分でブラウザを操作し、ファイルを作成し、コードをレビューし、業務時間を13万時間削減する実用ツールに進化しています。スタンフォード大学が4月末に公表した AI インデックス2026では、エージェント成功率が1年で 5.5 倍に跳ね上がりました。これはいつ実用化されるかという議論の終わりを意味します。今日扱うのは4月前から5月1日にかけて立ち上がった4つのニュースです。1つ目はスタンフォード HAI の AI インデックス2026によるエージェント成功率データ。2つ目はゴーマッコーリバンクがジェミニーエンタープライズ全社展開で7ヶ月13万時間を削減した実例。3つ目はミストラルのワークフローズパブリックプレビュー。4つ目はカーソルセキュリティレビューとビルダー IO のレビューエージェント、そして N8N のクロードコード公式コネクタです。エージェントが概念実証から業務インフラへ移行した瞬間を丁寧に整理していきます。それではなぜ今この4つが同時に立ち上がったのか、私たちの仕事や生活にどう関わるのかを順番に見ていきましょう。まず1つ目、スタンフォード大学の AI インデックス2026のデータです。スタンフォード HAI ヒューマンセンタード AI 研究所が公表した AI インデックス2026によれば、リアルなコンピューター操作タスクにおける AI エージェントの成功率は1年で 12% から66% へ跳ね上がりました。これは 5.5 倍の伸びです。 OS ワールド、タウベンチ、 SW イベンチ、ベリファイドといった業界標準のベンチマークが揃って 50% を突破し、エージェントが半分以上のタスクをちゃんとこなすラインを超えてきたのです。ここでエージェントという言葉を整理しておきます。チャット AI は人間の質問に答えるだけですが、エージェントは人間の代わりに自分で計画を立て、ツールを操作し、最終的なゴールに到達する AI です。ブラウザを開き、フォームに入力し、ファイルを作り、メールを送るところまで自律的にやります。これがあくまで研究の話だった2015年とは違い、2026年は実利用の話になりました。象徴的なのがアンソロピックコンピューターユース、オープン AI オペレーター Google プロジェクトマリナー、マイクロソフトマゼンティック1、そしてミストラルワークフローズという主要5社のエージェント製品がほぼ同時期にリリースされていることです。これは業界が一斉にエージェントこそ次の AI 体験だと判断したシグナルでもあります。次に2つ目、ゴーマッコーリーバンクの実例です。 Google ブログが4月末に公表した事例によれば、オーストラリアの大手金融機関マッコーリーバンクがジェミニエンタープライズを全社展開し、わずかな7ヶ月で従業員13万時間の業務時間削減を達成しました。ジェミニエンタープライズがチャットからファイル生成、つまり Google Docs や Sheets、スライド、PDF や DocX、XLSX、CSV といった文章を直接作る作業層に進化したことが寄与したと説明されています。わかりやすく言えば、これまでは AI に聞いて自分で書類にコピペするだったのが、今は AI に頼むとちゃんと文書ファイルが完成して出てくるへと変わったということです。13万時間というのは大企業一社で年間を通じて削減できる現実的な数字としてかなりのインパクトです。
メタが AI 設備投資を年1450億ドルへ倍増させた4月30日の決算で AI 投資は本当に回収できるのかという議論が高まっていますが、マッコーリーバンクのこの数字は回収できるという最も具体的な答えの一つです。さらに Google はジェミニ3.1プロを搭載した自立リサーチエージェントディープリサーチマックスも同時期に公開しました。 MCP、つまりモデルコンテキストプロトコルのサポート、ネイティブな可視化機能、長時間タスクの安定性を売りにブラウズコンプベンチマークで85.9点を獲得しています。前世代のジェミニ3プロよりも25点超の上昇で、これは単純なモデル更新では出ない数字です。エージェント設計の差がベンチマークに明確に出ています。そして3つ目、フランスのミストラルです。ミストラル A は4月末、ルチャットとミストラルスタジオにワークフローズをパブリックプレビューとして追加しました。Python コードで多段の AI プロセスを定義でき、決定論的なビジネスロジックとモデル駆動のエージェントステップを混在実行できます。ヒューマン・イン・ザ・ループ承認、つまり重要なステップで人間の判断を挟む仕組み、トレース可能な実行ログ、エンタープライズ向けのデプロイ柔軟性を売りにしています。同時期にミストラルミディアム 3.5、128 ビリオンパラメータの3つモデルで256キロのコンテキスト、オープンウェイトもリリースされました。これは欧州のソブリン AI、つまり米中以外の第三極としてエンタープライズのオーケストレーション領域で AWS ベッドロックエージェンツやラングチェーン、ラングラフに正面から競合する選択肢が出揃ったということです。日本企業が EU 側のサプライヤーを選ぶ時の主要候補にもなります。4つ目はコーディング領域のエージェント化です。カーソルは4月30日、法人向けの常時監視型セキュリティレビュー for Teams スラッシュエンタープライズを公開しました。プルリクエスト、いわゆる PR が立つたびに AI エージェントが脆弱性をチェックし、コードベース全体の定期監査も自動で行い、結果をスラックに通知してくれます。コーディング AI が書くだけでなくセキュアに保つ役割まで担うようになりました。同じ4月30日にビルダー IO もブラウザ上で PR を自動テストするビルダーレビューエージェントをリリースしました。クリックや遷移、リグレッションを自動で検証し、再現手順を生成し、ワンクリック修正提案までこなします。これは従来 QA エンジニアが手作業でやっていた領域にエージェントが踏み込んだことを意味します。日本でも5月1日、ノーコード自動化基盤 N8N がクロードコード向けの公式コネクタに対応したと発表されました。ワークフロー作成や編集を LLM が主導し、タイプスクリプト SDK やバリデーション機能も統合されます。これまで業務自動化は SaaS のワークフローでという時代から、エージェント AI が直接業務を回す時代への置き換えが日本の SIR 現場にも届き始めています。ここまでをまとめると、5月1日前後の数日間は AI エージェントが実用ラインを超えた決定的な期間でした。スタンフォードの数字、マッコーリーの実例、ミストラルの製品、カーソルとビルダー IO のコード現場、そして N8N の日本市場対応。これらすべてがエージェントが日々の業務に溶け込む段階に入ったことを示しています。ここで補足として関連する周辺動向も押さえておきます。アンソロピックはプロジェクトディールという実験で AI エージェント同士が自律的にリスティング、価格交渉、約定を行うクラシファイドマーケットを実施し、186件の取引で$4000上を実際に流通させました。エージェントが小取引の主体になるという未来がすでに実験ベースで動き出しています。さらに AWS はベッドロックエージェントコアにエージェントパフォーマンスオプティマイゼーションという最適化機能をプレビュー追加し、エージェントのレイテンシ、コスト、品質を自動チューニングする仕組みを提供開始しました。これは大企業がエージェントを大量に運用する際の運用コスト最適化の重要なツールになります。それでは私たち視聴者が今日からできるアクション3つを挙げます。1つ目は
自分の業務で AI エージェントが置き換えられる工程を一つだけ選んでみることです。資料作成、競合調査、データ集計、メール下書きなど繰り返しの作業を一つ選んで、今週のうちに AI に頼んでみる。マッコーリーバンクの13万時間も最初の一つの工程から始まっています。2つ目はカーソルセキュリティレビューやビルダーレビューエージェントのようなコード、現場のエージェントをエンジニアの方は実際に触ってみることです。週末プロジェクトで使うだけでも開発のスピード感が変わります。3つ目はエージェントを同僚として扱う発想に切り替えることです。指示の出し方、結果のチェック、再依頼のサイクルを人間の同僚と同じように回す。これがエージェント時代の基本作法になっていきます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。